貯金の益金はずっと上がり続けているそうですが、同時に貯蓄ゼロ世帯の割合も増加傾向と統計で出ていました。年代別では20代の平均貯蓄額が760万対して貯蓄ゼロ世帯が 38%、30代の平均貯蓄額が1540万対して貯蓄ゼロ世帯が 31% です。この格差は今後も減る一般でしょうか？はい、そうです。平均で物事を考えるというのが失敗で、1億円の貯金がある人が1人いて、残り9人が貯蓄ゼロだったとしても、平均すると貯蓄1000万円が平均になっちゃうんですよ。なので平均で話すというのは物事の実態を把握できなくなるので、なので中央値で語れ。で、中央値っていうのは10人だったら、1、2、3、4、5、5番目の人の金額がいくらか。例えばさっきでいくと、0000001人だけ1億円とかだと、5番目の人は0なので、中央値は0なんですよ。なので、それのが実態に近い形になるので、平均よりも中央値で見るっていう癖をつけておいた方が、割と物事を見誤らないんじゃないかなと思います。貯蓄ゼロ世帯が増えてるっていうのは、お金のない人が増えてるということなんですよ。ただ、お金持ちはお金をどんどん増やしている。なので、労働者としてスキルがない労働をする人というのはどんどん苦しくなるんですけど、スキルがある人とか、資産がある人というのはお金が増やしやすい。恵まれてる人ほどどんどん金を稼ぎ、恵まれてない人ほどどんどん苦しくなる。格差が広がってる状態が今なんじゃないかなと思います。IT 業界勤務です。日本はなぜ人手不足とか平均収入が上がらないのと言ってるのに多重下請け構造にメスを入れないのでしょうか？もちろんなくなったら小松や会社からの事実ですが、緩やかにでも規制を強くしていけばいいなと思ってます。政治家というのは、そこの政府に集まったお金を配るっていうので自分の票をもらうので、なので大企業にお金を配って、大企業は仕事をせずにとりあえず孫請け会社とかにバンバン投げて、3次孫請け4次孫請け5次孫請けみたいにして何もしないけどお金が入るよね、その代わり票を集めときますみたいな感じでやってるっていうので、なので政治というのが分配をするのが政治であるというふうに考えてる政治家が多分多数派じゃないかな。イーロン・マスクみたいな考え方の人って規制をなくすことでより社会を良くしてお金が回りやすくして結果として売り上げも上がって給料が増えて社会が良くなるよねというのを目指すんだと思うんですけど、日本の政治家というのは集まった予算をどう分配するか、自分が建設系だったら建設系にお金を配るし、農業系だったら農業系にお金を配るしっていうので、税金として集めたものをどう配分するかというだけで権力構造が維持されて、日本全体がうまくいったらいいよねとか、区全体市全体がうまくいったらいいよねっていう形でやってる政党ってないでしょ？ある？僕が知る限りポリシーは言うんだけど、俺たちこうやって儲けるぜって言ってる政党ある？足立区の議員候補の方がお金のない人に家賃補助1万円ずつ配りますって言ってたんですよ。足立区でね。で、足立区の問題点として電車が混んでて困ってます。もうこれ以上路線も増やせないし、電車の座席数のサイズとかも増やせないから混雑して困ってます。解決方法って足立区の人を減らすしかないんですよ。だってこれ以上増やせないんだよ。これ以上増やせないんだったら電車に乗る人を減らすしかないんですよ。でもそこで議員が言ってるのは1万円ずつ家賃補助します。したら家建てて足立区民増えるじゃん。電車もっと混むじゃん。でもその1万円どっから来るのっていうと、東京都議会の税金から払われるわけじゃん。全体の構造としてどうしたら幸せな人が増えるかっていうのを考えてないんですよ。じゃあ東京都で1人1万円家賃かけますって言ったら、隣接している埼玉県川口市とか千葉県市川市とかっていうところから1万円家賃もらえるんだったら東京側住んだ方がいいじゃんっていうので、より貧乏人が増えるんですよ。だって川渡ったら家賃1万円分もらえるんだったら1万円分いい家に住めるわけじゃないですか。そしたら東京都側に住むよね。でも仕事は変わりません。収入も変わりません。1万円ポッチで気にして引っ越すような貧乏人だけが集まるわけじゃないですか。だから全体としては間違った政策なんですよ。でもこういう人が受かるのが日本の政治なんです。受かったこと分かんないけどね。いかにね分配をするかっていうことだけ考えて、本来であれば1人1万円ぐらい収入が増えるように売り上げを日本全体で上げるというのをやる政治が僕は正解だと思うんですよ。例えば個人の給料を1万円上げるっていうのは結構難しいんですよ。民間の企業が決めることだから。なので会社が儲かって給料低いんだったら転職するわっていう。例えばじゃあすき家で働いてて時給1200円です。でも吉野家だったら1500円だよって言われたら、吉野家行きますってなるじゃないですか。なので人手不足にして転職した方が得だよねっていう状況にすると人の給料上がってくるんですよ。でも吉野家も時給1200円です。すき家も1200円ですって言ったら吉野家もすき家も給料上げないじゃないですか。
でも人手不足だから吉野家儲かってるから1500円でも人が欲しいです。だからうちは1500円ですって言ったら人がどんどん吉野家に行くし、すき家も1500円にせざるを得ないんですよ。っていう感じで、企業が儲けて、これ以上儲けるためには人雇わないと儲けられないよね。だっていくら儲けるためにはさ、やっぱ店員さんいないとさ、吉野家もすき家も松屋もランプ亭もさ、営業できないじゃん。イメージが良くてお客さんも来るんだけど、店員さんいないから、これは時給1500円払ってでも人雇った方がいいよねっていう状況にすることで儲からせる。で、そこで従業員の給料も上がる。企業の方は利益が出るから納税をする。で、そこで納税収入があるから自治体も儲かると。で、自治体が儲かってるからそこに生活保護の人とかベーシックインカム的なお金を払うとかっていうのもできるよねっていうんで、じゃあいかに売り上げを上げていくかというのを日本全体でやって、で、それをちゃんと分配させようっていうのをやらなきゃいけないんですよ。売り上げを上げた上での分配というのが僕は大事だと思ってるんですけど、売り上げ上げる話全然しないんだよね。もうみんな分配の話しかしない。それはもう潰れるよ。分配の話しかしないから、いかに税金を取るかって話になるんですよ。売り上げは上がらない状態でお金配りたい。よし、じゃあ労働者からいっぱい取ろうっていうので、社会保険税ってやつで働いてる人みんな 30% 取られるっていう。これ社会保険料って言ってみんな騙されてるんですけど、払わないという選択肢がないものは税です。例えばフランスの場合テレビ税っていうのがあるんですけど、テレビを持ってる人は年間100ユーロ払わなきゃいけないんですよ。これテレビ税ね。だってテレビを持ってたら必ずお金払わなきゃいけないんだから、それ税でしょ。でもね、日本の人って NHK 受信料って言ってて、いやいや選択肢ないんだよ。テレビ買ったら必ず払わなきゃいけないって、それ税金じゃん。NHK から物を買って NHK にお金を払わなければいけない。これ当然です。NHK がテレビを売っていて NHK から買ってテレビの代金として NHK にお金を払う。これ当然。でも中古でテレビをもらいました。つけました。NHK が突然来て月1000円払えや。意味わかんないじゃん。いやいや お前と俺関係ねえからみたいな。じゃあそこで NHK を見てるんだったらお金を払ってくださいだったらまだわかる。でもいや見ないよ。NHK 見ないよ。俺中古でテレビもらってフジテレビ見たいからテレビもらってフジテレビしか見ないよ。でも日本の法律では NHK にお金払わなきゃいけないですよ。おかしいでしょ。日本の法律ではテレビを持ったら日本では必ず NHK にお金を払わなければならないという法律はこれは税なんですよ。でこれ社会保険料もそうで、社会保険料じゃあ僕社会保険料払いません。これ捕まりますまず企業が15% 分社会保険料という形で先に取られてるんですよ。でさらに自分の給料が払われる時も社会保険料というのを天引きされていて、これがいやいやちゃんと給料分払えよ、社会保険料分払うなよって言って会社のお金とかを社会保険料分取ったりすると普通に捕まります。なので本人が拒否できないものって税なんですよ。 NHK 税だし社会保険税なんですけど、でも日本人は文句言わないよねっていうね。ここにね、正直今の日本に期待が持てません。今の労働状況や政治状況を見ると正直日本で仕事をしたくないです。今後の未来を見据えて海外でどの国でどの職業で働くのがよいか教えてください。またそのためにどんな学年名に行けばよいのか教えてください。長文失礼しました。日本に期待が持てないというのをどこと比べて言っているのかというのを自分でも分かってないと思うんですよね。どの国でどの職業で働くのがいいのかっていうのが、例えばじゃあアメリカと日本と比べて日本に期待が持てません。アメリカで IT 企業をやった方がいいと思いますだったら、アメリカで IT 企業やればって話なんですよ。なんとなくのイメージで言ってるだけで何と比較してがないっていう情報量がない中で勝手に日本がこうだと決めつけてしまってるというのは癖としてやめた方がいいです。アメリカだったら八百屋で働いても月給40万円です。日本だったら30万円です。よしアメリカ行こう。この判断正しい。でもなんとなくアメリカの方がいいんじゃないかなとかでアメリカ行ってみたら、実はアメリカで八百屋をやると給料は多いけど家賃はその代わり30万円なみたいな可能性もあるんですよ。なので実は家賃と給料で比較したら日本の方が全然手元にお金残るじゃんって可能性もあるんですよ。なので何がいいのか。例えば日本って僕が知る限り世界で治安いい国ランキングでいくとトップ3に入ります。なのでじゃあ治安いいから死ぬことないよね、餓死になることないよね、生活保護もらえるよね、全然いいじゃんってなるかもしれないですよ。でもなんか比較をすることなしに日本に期待が持てないっていうのがちょっとなんかもったいないというか、日本の将来に期待をしないというのは多分いろいろ調べた結果だと思うんですよね。ニュース見たりとか動画見たりかもしれないですけど、であればもうちょっとなんかいろいろなことを調べて何の職業だったら楽だよねとか、例えば調べると日本で楽々楽しく暮らしてる人多いんですよ。世界で一番儲けてる YouTuber の
と言われたこともある。今は違うかどうかわかんないですけど、ヒューディーパイさんって人がいるんですよね。ヒューディーパイさんって世界中どこ行っても有名人なんで、お前ヒューディーパイじゃんとかって言われて、家とつられたりとかって超めんどくさいので、彼が今何してるかというと、日本に暮らしています。日本人って外人っていうだけで区別がついてないんで、ヒューディーパイが誰か知らないんですよ。なので、治安が良くて、飯もうまい、日本で楽しく暮らしてるらしいです。京都らしいんですけど。っていう感じで、実は日本の良さというのがあるんですよ。めちゃくちゃお金を持ってる人が選ぶ場所も日本なんですよ。ただ日本って労働者として暮らすとめちゃめちゃ大変なんですけど、日本のいい部分と悪い部分、アメリカのいい部分と悪い部分、マレーシアのいい部分と悪い部分、いろんなことを調べて、自分はどんな仕事をしてどんな地域に住みたいか。やっぱ僕は空気がきれいなところの方がいいんですよ。本来体質的にアレルギー性鼻炎があるので。本当はこう自然がいいところがいいよねっていうのがあったりするので、じゃあ自然が多いところに行きたいみたいなので、自然が多い国に住むのが自分にとってはいいことかもしれない。何が自分にとって大事なのかっていうところでもうちょっと情報を多く調べるという癖をつけるといいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。